こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は関東の有名温泉街、鬼怒川温泉にある鬼怒川温泉ホテルを徹底紹介いたします。数あるホテルでビュッフェが素晴らしいというのはありますが、このホテルは食べ放題のクオリティをはるかに超える人生最高な手作りで旬の料理を楽しめました。コスパ最高どころか異次元の満足度で一生に一度は体験してほしいホテルです。最後まで見ていただければその理由がわかります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。鬼怒川温泉は栃木県日光市にあり、東京都心から電車で約2時間、車でも2時間半で行ける関東有数の温泉地、鬼怒川温泉ホテルはなんといっても本格石窯で作るピザやグリル料理が自慢のビュッフェが特徴で、旬を見極め地元の食材を仕入れ、料理人が心を込めて手作りする料理の数々は美味しいだけでなく見た目にも美しいです。食べ放題でありながらも一品一品の料理をしっかりと味わえる食事を用意しており、地元食材の新鮮さや旬の旨味を引き出す料理人の腕も楽しみなポイントです。オープンキッチンで作る出来たて料理、和洋中にデザートまで躍動感あふれる活気あるビュッフェをこれでもかというぐらい楽しめます。肌に優しいアルカリ性単純泉の歴史のある鬼怒川温泉の名湯も楽しめ、部屋から鬼怒川のせせらぎを楽しめるのも見逃せません。ぜひあなたも実際に泊まったことを想像してお楽しみください。鬼怒川温泉街を旅した様子は別動画で公開中です。廃墟群など現実を見せつけられ、非常に学びの旅になりました。未来へのメッセージも感じられ、まさに一生に一度は行くべき場所でした。駅前にあるカフェでちょっとランチしたいと思います。ここも今日泊まるね、鬼怒川温泉ホテルさんの経営してるところだそうですよ。ここはこだわりの商品が多そうで楽しみですね。このね、金谷菓子本舗はですね、直営工場で焼き上げた手作りの焼き菓子をね、オリジナルパッケージで楽しめるというお店になっております。鬼怒川温泉のね、お土産にもいいですよね。はい。してビスケット言い方にしてます。かなり濃厚なチーズのお味で、アクセントにピンクペッパーが入ってます。はい。ペッパーがちょっとチーズビスクいただきます。チーズがめっちゃしっかりと感じられてる。かなり粉チーズをたくさんブレンドしているので、生地自体の食感もちょっとしっとりしてると思います。なんか口の中の水分持っていかれそうになるけど、実はしっとりしてて持っていかれすぎないみたいな。これが来年の辰年のデザインに間もなく変更という予定です。川原慎介さんって方が作ったこだわりの入れ物になります。でこれが干支ごとに変わるということですね。ハートパイなんかもあるんですね。こちらはね、この後鬼怒川温泉ホテルで楽しむことになります。クラフトビールも楽しめるんですね。いや、デザインも美しくてどれを選ぶか迷いますが、一つ選んで飲みたいと思います。この和風のビーフシチューライスと、すいません、お昼からビールいただいちゃいます。フルーツバスケット1931いただきます。メニューはこんな感じです。ちょっと竹炭とかを入れて濃厚な色味にしてるのと、あとお味噌がちょっと入ってるので、少しビーフシチューなんですが和風なコクがあります。はい、お肉はかなりトロトロに煮込んでますので、はい、美味しく召し上がっていただけると思います。ありがとうございます。そしてピクルスかな。そしてビスケもついてます。ちょうどやな。それではいただきたいです。めっちゃ汗かいたね、展望台登って。フルーティーなコーヒーです。さすがフルーツバスケット。これはカレーに合うと思ったんで、カレーもちょっといただきます。炭とか味噌を入れて結構和風に仕上げてるところ楽しみです。いただきます。めちゃくちゃマイルド。
優しいけどしっかりコクもあって、めっちゃ合う。カレーにね、なんかフルーツ入れたりするじゃないですか。そんな感じでビールが合いますね。フルーツ感。肉もめっちゃ贅沢に入ってます。口の中でめっちゃとろける。これは至高だわ。うわうわうわ、半熟卵も最高ですね。それではいよいよホテルの方に向かいたいと思います。鬼怒川温泉ホテルは創業90年を超える金谷ホテル観光グループのホテルになります。老舗は常に新しいが金谷ホテル観光グループの不変のスピリットということで期待が高まりますね。それでは一緒に入っていきましょうか。はい、この鬼怒川温泉ホテル、今から入っていきたいと思います。いやー、歴史あるホテルと聞いておりますので、かなり重厚感というか規模感が大きいですね。スケールが違う。素晴らしい。それではね、ちょっと入っていきたいと思います。この鬼怒川温泉ホテルはですね、ゆい旅、心をつなぐ旅ということをテーマにねやってるみたいなんで、どんなところでその結びが見れるのか楽しみです。こちらがロビーになってますね。そこからこう中の方に入っていきます。かなり広々したねロビーになっておりまして、落ち着いた雰囲気ですね。そしてなんかこう若干昭和感も感じさせるような、そして SL がこちらにありますね。そしてその奥に浴衣コーナーとかねありますし、ネイチャー体験工房みたいなね場所もあります。そしてこの奥、かなり広いですね。これもすごいな。規模感が歴史を感じます。一つ一つ説明の方が書かれておりますが、すごいですね。創業当時昭和6年に開業して、今なお令和の時代になってもこう生き続けてると、生き残ってるというわけでございます。鬼怒川温泉ホテルの構造が書かれてます。で、今いるところが湯の町館っていうところですね。そして懐かし館っていうところと有楽館っていう3つの館で成り立っているようですね。で、この有楽館というのは基本的に客室があるような感じになっているのと、あとカラオケボックスとか石窯ダイニングっていうのがありますね。あと貸し切り露天温泉いろはの湯っていうのもあります。そしてこの今いる湯の町館っていうのは、今横に見えてるのは多分お土産ですね。お土産屋やダンっていうロビーラウンジですね。そしてカフェバー、夜食どころがあります。今2階になるんですね。で、1階の部分が木造り大浴場渓谷の湯というのと、地下に大浴場湯里ですかねとゲームセンターがあります。若干昭和感も感じさせていいですね。はい、そしてこの懐かし館の方は1階に麻雀ルームがあったりとか、全天候型室内温水プールマーメイドとかありますね。はい、それでは今日宿泊させていただく427の部屋を見ていきたいと思います。いきなり開放的な空間がありますね。玄関には森の呼吸というねものも置いてあります。ホテルとはいっても玄関で靴を脱ぐスタイルですね。はい、入り口の方にね洗面台がありますけども、これは後で見ていきましょう。まずは部屋の中に入って部屋の中を見ていきます。こちらの部屋はですね、ワンランク上の上質なくつろぎがコンセプトのモダンなお部屋になっております。 31.6 平米でシモンズベッドが2台ありますね。そして何これ、いきなりちょっとびっくりなんですけど、ここでも寝れるやんソファーの超特大版がねここにあるじゃないですか。しかもこれ3人頑張ったら寝れますよ。このベッドも1つ頑張ったら2人寝れるんで、ここで4人寝てここで3人寝たら7人寝れますね。まあでもそんなプランはないですよ。気をつけてくださいね。そして空気清浄機があって DVD ですね。 DVD があります。夢グループじゃないんで DVD と言っていきます。ティッシュもあったりメニューがあったりゴミ箱があったりね、テレビもちょっとレトロな感じですけど
ちゃんとあります。ここまで来てテレビあんま見ないと思いますしね、テレビ見るんだったら川のせせらぎ見てください。そういうホテルです。そして水がありまして、湯飲みだったりとかカップだったりとか爪楊枝があります。和な感じでよろしいですね。下を開けると冷蔵庫があります。でカップ、消毒済みのカップがあります。でこちらのテーブルですね、見てみると金谷の和風チョコサンドということでサンドがありまして、その下にはグリーンティーですね。そしてこの下はカサブランカドリップコーヒーもあります。アルコール除菌スプレーもありますね。素晴らしい。そしてこのカーテン開けてみましょう。オープン。切ったー。素晴らしい鬼怒川ビューですね。開けてみましょう。はい、めちゃくちゃシンプル。ここも開けられる。でもあれ開いてるよな。力がいるだけです。うわいい、めちゃくちゃいい風。うわーこれは絶景だ。ちょっとマイクの設定間違えてた。おーこれはいいですね。いやーめっちゃいいじゃないですか。鬼怒川ビュー。風が気持ちいい。こんな景色と音を楽しみながらここに寝転んでゆっくりできるんですね。これは贅沢な体験や。めっちゃいい感じやん。川のせせらぎを聞くって贅沢ですね。このカーテン開けると本当に急にめちゃくちゃ開放的になったな。部屋に入った時はなんか結構秘密にされてる感じでしたけど、開けてるとこの部屋のなんかグレードが3段階ぐらいアップしたような気がします。全部で何段階やっていう話ですけど3段階上がります。そして忘れてました、ここでも寝れるやんソファーの後ろにはちゃんとコンセントも備え付けられているので仕事もできます。寝そべりながら仕事もできる。でベッドサイドにも当然コンセントあります。 USB もついてます。手元で電気も変えれるようになってますし、和風でいい感じ。はい、それではねこの洗面台のとこも撮っていきましょう。鏡も広いですね。僕の姿がしっかりとこう見えてしまいます。でここには館内着ですね。僕も早く着替えたい。もう汗だくです。反対側はハンガーがありまして、ここですね。ここに浴衣ありました。でこの下もパジャマもあるし、こんなアメニティセットがあったんですね。でドライヤーもちゃんとあります。パナソニックのナノイーですね。はい、そして洗面台ですね。洗面台がこんな感じになってまして、右側はトイレになってますね。清潔なトイレになっておりますね。そしてこちらは一応浴室があります。ここを使うことは多分ほぼほぼないと思うんですよ。温泉行けばいいですからね。よっぽどこう寝坊してちょっと温泉行く時間間に合わんかったとかいう時だけここを使いましょう。気になるねこちらのお部屋の値段なんですけども、湯の町館の和洋室ということでですね、なんとビュッフェと朝食がついて1万円台から宿泊ができるんですよ。で他にもね和室だったりとか洋室だったりとかいろいろと部屋があるんですけども、ざっと調べてみるとどれも1人1万円台から楽しむことができるということで、それがどれほどコスパ最高なのかっていうことはこの後動画見てると分かります。ぜひご覧ください。開いてた。開いてないんかなって思うぐらいでしたけど、いやーもう一回ねこの景色を見て言い忘れてたことがあるんですけど、これよく見てください。すごいこう箸の跡だったりとか地盤が作られた跡があるんですよ。こちらもそうですよね。地盤が作られた跡とかがありますね。で今はもう上がね木に覆われてますけど、実はここにもホテルがあったらしいんですよ。ホテルとか建物がね。でそれをほとんどこの廃墟って言われてるところは、潰せるお金がないから潰せてないっていう感じなんですけど、潰したところもあるんですよ。ちゃんとね真面目に潰しましたと。でもこの足場を崩しちゃうと上のこの道路自体がもうなくなっちゃうみたいな、そういうことでこれ残されてるんですね。いやすごいですよ。だからそもそもこんな断崖絶壁のところにこんな建物を建てようとした昭和の私たちの先輩方半端ないっすよ。日本人すごすぎ、ね、そういったなんかこう日本人のパワフルな時期を垣間見れる場所なんですね。いやーすごいですわ。よく見ると本当にめっちゃある。この鬼怒川温泉ホテルさんからしっかりこう見ることができる。
これも一つの風情です。すごいな、気がつかなかった最初は。でもよく見ると何あの橋みたいな、どうやってあそこ行くんみたいなね。あんな高い橋を作るってよっぽどなんかバブル感もあるし今だったらあんな建築多分やらないっすよ。どこの建築会社もやらないし、多分ダメみたいな、安全上の理由でもうダメみたいな感じになると思うんですけど、それをやってのけたのが当時のやっぱバブルのイケイケの私たち先輩方のおかげで今の僕たちがあります。そんなことも教えてくれるんですね、この鬼怒川温泉は。旅立ちこといや、あの家もすごいっすよね。絶対に普通に家建てるよりもめちゃくちゃ高いはずなんですよ。あんな下に足場組んでそれをやってのける。これはもはやもう歴史的建造物だ。それでは鬼怒川温泉ホテルの館内を散策していきましょう。まずは売店の花神楽というところですね。ホテルオリジナル商品や地元名産品を扱っているそうですね。定番の温泉まんじゅうなどのお菓子類をはじめ、地酒や小物など多種多様な商品を揃えているということですね。こちらロビーラウンジの段になりますね。暖炉を設置したロビーは和モダンの空間で、ウェルカムドリンクサービスや食後のイベントで皆様との結びを演出しますということですね。ウェルカムドリンクサービスではフリードリンクになっており、紅茶や緑茶やコーヒーなどがね、無料で飲むことができます。種類も豊富ですよ。こちらでは有料のアルコールドリンクを飲むこともできます。ガチャガチャなんかも結構あるみたいですね。すごい、この日光の宮、へえ、温泉まんじゅうも食べれる。すごい、これは嬉しいですね。はい、お願いします。すごい、ちょっと旅気分味わえますね。あとはソフトクリーム。あ、ソフトクリームいけるんですか。はい、まあこれ老舗の、昔からある。あ、おせんべいが。じゃあちょっと一つずつ。あ、すいません。はい。あとこちらも。はい、すいません。ソフトクリーム。ありがとうございます。あ、お願いします。すいません、世話の焼けるおっさんですね。はい、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これどこでもいいんですか。どうぞどちらでもご自由におかけください。ありがとうございます。お時は行きましょう。これはめちゃくちゃいいサービスですね。温泉まんじゅうも自由に食べられて、この日光の雅っていうね、そしてこれも食べれる。そしてソフトクリーム、あとちょっと飲み物取っていきましょうか。アイスコーヒーいただきましょう。はい、それではね、いただきましょう。すごい、もうなんかこれ夜ご飯食べれんのかみたいなぐらいの量で、まずはやっぱこの温泉まんじゅう、これがいただけるんですよ。お、すごい、あんこもしっかり入ってて美味しそう。普通にうますぎる。普通にこれ温泉って言ったらね、何百円で買わないといけないやつ。贅沢だな。この緑をね眺めながら、そして下の方にはもう川の流れを見ながらね。じゃあこのうちもいただきましょう。これがですね、大体なんか電車とかで30分かければ日光東照宮まで行けるみたいです。いや、サービスだわ。やっぱりね、都会って小手先のマーケティングをして、それだけでも結構売り上げ上がったりとかするんですよ。でもやっぱこういうね、過疎地って言ったらいいですかね、決してそのバブルのように盛り上がってない地域、田舎だったりとか島だったりとかもそうですけど、そういったところは小手先のマーケティングして一時的にね売り上げがバーンと上がったとしても、結局そこから
続かないんですよ。でやっぱこういうところで生き残ってる場所っていうのは紛れもなく本物のサービスをしてる、島旅してるんで僕はよくわかるんですけど、島旅してて生き残ってる飲食店絶対に生き残ってるわけがあります。僕もいろんな田舎だったり地方だったりとか旅しますけど、そういったところで生き残ってる居酒屋だったりスイーツのお店だったりパン屋さんとか全部レベル高いです。なぜならそうしないと生き残れないからです。僕だってもう寝ててもお金が入ってくるんだったら努力してないじゃないですか。でも頑張って生き残ったらなんとかご飯が食べていけるって言ったら本気で頑張るでしょ。それと一緒ですよ。だからこういったところで生き残ってるホテル、そういったところに旅するっていうのはもう品質は間違いないということが一つの考え方だと思います。いやそこはそんなになんか人気ない方だから行きたくないとかそういうことじゃなくて、逆にそこで生き残ってるところに行くことが大人の穴場旅行として価値がある、そういうことだと思います。個室ダイニングユイザ部屋が並んでる感じで一つのもう個室みたいになってるんですよね。個室みたいになってるという個室ですね。清流というねとこ見させてもらいますけども、はい、こんな感じでね、すげえ清流を眺めながら食事することができるんですね。なんて贅沢な空間なんでしょうか。素晴らしい景観の中で食事をすることもできます。懐石料理を楽しむこともできるということですね。今回僕らはビュッフェを楽しむのでね、こっちじゃないですけどこういう楽しみ方もできるということですね。そしてこのガブリエル・ロワールっていう方のね作品がこのホテルにはたくさんあるみたいですよ。こんな部屋もありますね。こちらは清流を眺められる上にテレビもありますね。それでは今回特別に許可を得て大浴場の方を見させていただきたいと思います。日本のいい時代をこう象徴するかのような今しか味わえない歴史的なホテル。大浴場も本当に大浴場ですね。これこそ大浴場ですね。最近は大浴場とかね言っても そんなに広くないやんみたいなホテルも多いですけど、これは紛れもなく大浴場、声も響きます、ね、大浴場中の大浴場。はい、こちらがね半露天風呂ということで、ゲルマニウム風呂と権力石っていう石が入ってるお風呂になります。いやー規模感がすごいな。これはすごいよ本当に、ね、バブル感っていうとなんか変な感じに聞こえますけど、そして岩風呂があります。岩風呂もかなり豪華じゃないですか。川のせせらぎも聞こえます。川のせせらぎを聞きながらこの岩風呂を体感することができます。いやーいいな。これは落ち着きます。着替えスペースもかなり広々としてますね。これはすごいわ、規模感が。これもなんか、ね、昭和感もあってすごいこうワクワクさせてくれますね。先にこれを見ておけばよかったですね。鬼怒川温泉の泉質と効能という形で書いてますね。泉質はアルカリ性単純温泉、アルカリ性低調性高温泉って書いてますね。効能は神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、内身、くじき、慢性消化器病、持病、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進、全部僕当てはまってますね。はい、入らないといけない。息づくり大浴場、渓谷の湯、5つの浴槽とその入浴効果ということで一番長居のできる半身浴風呂ありましたね。で手足が伸ばせる木造り大浴場、そして健康の湯、権力石風呂、露天テラス、ゲルマリウムとかセレニウム元素の持っている強力なパワーを放出し、強力な抗酸化作用、細胞活性化を施し、人間が本来持っている自然治癒力を高めますと。ゲルマニウム風呂、肌の綺麗な人は心も綺麗なんて言いますが、すべすべした肌、ツルツルした顔になっていませんか？体の細胞内の電流バランスを整え、体内で発生する毒素、老廃物、毒物を一緒に体内に出してくれて効果的ですと。これ全部入らなあかんな。露天情緒の情
の岩風呂、眺めがいいのは眺められるということだから、あまりオープンな露天風呂は考えもんですよねなるほど、ちょっとこうプライベート感もあるファン露天風のって感じですね。長湯ができるのと手足が伸ばせるとか、それぞれコンセプトがあるんですね。このような利用時間になってますね。あ、今は、女性が使う時間なのに小屋さんがいるな。おいおいおい、いいんか？大丈夫です。ちゃんと許可をもらっている時間になっております。お風呂の混雑状況も見れますね。今は閉まってますけどね。レンタル漫画コーナーもあります。湯上がりのビールもいただけますね。温泉入ったら絶対にやらないといけないことは何でしょうか？コーヒー牛乳。じゃあバッブー正解は卓球でございます。なんと卓球もすることができます。4つねあるんで、もうトーナメント戦できますね。ゲームコーナーはこんな感じ。はい、これがね貸し切り風呂になります。これが内湯になるんですかね。結構広いサイズですね。 2,3 人入れそうなぐらいサイズです。そしてこちらが洗い場になっておりまして、でこの奥ですね、こちらが半露天風呂ですね。で2つお湯があります。これなんか泉質は違うのかな。これも家族で入ったりとかねした時に、いや僕はこっちに入る、いや私はこっちに入るみたいな、切り分けが、できるような感じになってます。ああ気持ちいいよ。いやー、このね川のせせらぎ聞きながらこう入るの最高ですね。めっちゃいいわ。そしてね、このお風呂入りながらこのいちごサイダーですね。でとちおとめって栃木でめちゃくちゃ有名です。僕も栃木来たことないけど、やっぱとちおとめの名前は知ってます。それぐらい有名なサイダー、どんな味なのかなっていう感じですけど、いただきたいと思います。めちゃくちゃ濃厚やな。いちごがもうそのいちごの旨味がギュギュッ詰まってる。でもなんかね甘ったるすぎないんですよ。めっちゃすっきりしてる。やっぱサイダーなんで、やっぱこの温泉にめっちゃ合ってますね。いや、ああいうねめちゃくちゃ広い大浴場に入るのもいいですけど、やっぱりこうね人の目気になったりとかするじゃないですか。この貸し切り風呂だったらもう本当に自分で独占して、この川のせせらぎとねこういうサイダー飲んだりとかもできるんで、最高。よろしければこちらもドリンクあ、あで召しりが上がりとうございます。くださこれ部屋でもいいんですよ。ああ、じゃあこれだけ持って行っていいですかね。はい、ありがとうございます。おお、うまいですね、小林さん。バイトしてたんですか。いっぱいバイトしてるな。やばいやばい、どっち方向や。おお、うまいんじゃないうまいんじゃない。いや、縦に長えな。おおやらかしましたね。めっちゃうまくいった感じしたのにな。ここで夕飯をいただきます。ビュッフェですね。ここがメインイベントになります。
ますフルーツバスケット1931。今日飲みましたね。秋の収穫祭ということで始まっております。ここで食事をいただくことになります。そしてここはビュッフェ会場になります。かなり規模感が大きくていろんな種類がありそうでめちゃくちゃ楽しみですね。これはすごいですね。ソフトドリンクもねこうやって飲めるんですね。飲み放題嬉しいですね。アルコールカウンターもありまして、こちらのアルコールは有料になりますね。まずね刺身もありまして、マグロの刺身ですね。ものすごく美味しそうな彩りの素晴らしいマグロがありますね。そしてこちらにはですねイカの刺身がありまして、綺麗に並べられてますね。そしてこちらが鯉の洗い、これも美味しそうやな。そしてピクルスもあります。カリフラワー、人参、みょうがときゅうりですねあります。そしてその横にですねフライドティッシュマッシュルーム&エッグプラントということで、漢字が読めないですね。マッシュルームとナスの油炒めということですね。でここにはとろ湯葉ということで湯葉もいただけるんですね。そしてタコとブロッコリーのマリネ、そしてボーボー鶏ですね。ボーボー鶏ですね。そしてこの上にはカニ卵豆腐、大学芋、こちらが生ハムとマッシュルームですね。クリームチーズ、キャビア添えということで、こちらが鮭のみぞれあえ、そしてサバのパプリカソース、美味しそうなものが並んでおりますね。そしてこちらがサラダになりますね。うわー、いろんな種類があります。ヤングコーンとかね、豆とかいろいろあります。そしてこちらですね、ドレッシングも醤油ドレッシング、黒ごまドレッシング、トマトドレッシング、わさびドレッシング、オリーブオイルとめちゃくちゃ種類ありますね。そしてフライドオニオン、干しエビ、クルトン、クリスピーベーコンなどサラダ好きにも納得のものになっております。こちらはミニピッツァということでピザをこう作ってくれるんですね。しかもちゃんと奥にピザ窯があるじゃないですか。マルゲリータ、クワトロフォルマッチ、テリヤキチキンと約3分で作ってくれるんですね。クワトロフォルマッチで同じじゃあテリヤキチキンにしようかな。人と一緒は嫌なんでねだからこんなことやってるそうですね。だから YouTuber なんかやってるんです。これ絶対美味しいやつやん。さあ来た。ありがとうございます。うまそう。そしていり卵なんかもありますし、焼きポテトサラダもあると。お子さんも喜びますね、これは。はい、そしてこちらはですね、海鮮チゲ鍋、鶏つみれ鍋、鍋もあるんですね。これ何や、しいたけ、これ読み方、ちょっと読み方がわからんな。すいません、キノコでした。キノコを読めないと小学生からやり直せというような感じですね。キノコのオーブン焼きですね。サーモンのパイ包み焼き、そしてレモンペッパーチキンですね。そしてこちらはポルチーニキノコ入りクリームパスタということで塩炙り銀杏ですね。和風ビーフシチューということでビーフシチューですね。今日お昼食べました。一つ一つにこだわりのビーフシチューを作っているというふうにお伺いしておりますが、これも美味しそうですね。自然と静寂に包まれた鬼怒川は人を優しく包み込んでくれます。そんな癒しの中で誕生した鬼怒川花屋ホテルの伝統メニューということで、これは絶対に食べないといけないやつですね。そしてプロテインブレッド、生クリームなど、そしてペンネグラタンもありますね。こちらは牛すじときのこのアヒージョになっておりますね。そして栃木県といえば宇都宮餃子有名です。うわー、これはうまそう。じゃがいも入り焼きそばとかね。宇都宮焼きそばってあったような気がするな。白菜と豚肉の中華風うまいとか。いやちょっとこれ取りきれんな。盛りだくさんすぎる漬物ね。この3種類あります。もうこれなんか一つ一つ説明してたら7時間ぐらい過ぎそうなんでね、ちょっともうちょっとスピードアップしていきましょう。お稲荷さんあります。なんでお稲荷さんって言っちゃうんですよね。骨付きネギ焼き豚、エビ芋唐揚げ田楽、湯葉豆腐揚げセット。こちらは鶏唐揚げですね。サバの西京焼き、そして水菜と舞茸、菊花のおひたし。こちらが
カブの柚子マリネ、きゅうりとセロリ、醤油麹ディップということでうまそうですね。そしてローストビーフ、これはすごいですね。インパクトはあります。厚切りローストビーフということで一つ一つ入れてくれるんですね。そしておろしポン酢と玉ねぎソース、ビーフペッパーソース、西洋わさびということで味付けもたくさんあります。そしてイエローカレー、ブラックカレー、ジャスミンライスとカレーとライスの種類も豊富。すごい結構本格的なカレーになってますね。そしてフライドオニオン、パクチー、これがジャスミンライスですね。すごいジャスミンの匂いがする。和食派のあなたに温うどんもあります。そして鮎の塩焼きまでいけるんすか。栃木県さくら市貴蓮川産天然仕立て鮎ということで鮎もいただける。はい、そしてやっぱ天ぷらは欠かせないですね。天ぷらもこうやって目の前で、今上がってきますね。こんな感じで目の前で揚げてくれるものが上がってくるんですね。これは嬉しい。で天つゆもあります。塩もね、なんと3種類あるんですね。大根おろしと必要なもの全部ある。こちらが茶碗蒸し、栃木の星というご飯もありますね。うわー、光り輝いてますね。そしてこの釜飯までいただけるんですか。これはもう居酒屋とかで食べたらね、もう結構なお値段しますよ。そしてなんとおでんまで。ちょっともう僕撮影してるだけでお腹いっぱいですよ。中出しもあるんですね。けんちん汁っていうんですかね。お子さん向けなものもちゃんと用意されてますね。ミニアメリカンドッグ、フライドポテト、子供カレーということでお子さん連れも大丈夫、赤ちゃん連れても大丈夫です。ちゃんとこの離乳食用意されてます。めちゃくちゃ嬉しいですね。そしてドリンクバーもあります。なんという火の打ちどころがないですね。はい、そしてこちらもお子さんに喜んでいただけるような内容でドルチェピザ、そしてごま団子、ブルーベリータルト、モンブランタルト、バームクーヘンもある。そしてスコップいちごショート、マジっすか。いちごショートケーキまで味わえるんですか。ティラミスまでいただける。そしてフルーツももちろんあります。フルーツも梨からぶどうまで、これも季節によって変わるんでしょう。お年寄りの方も大丈夫。おはぎがあるし、杏仁豆腐もあって、マスカットゼリー、そして柔らかプリンもありますね。こういう手作りパフェセットコーナーもあるんですね。パフェが作れる。めちゃくちゃいいじゃないですか。これお子さんとかもね、めっちゃ喜んでくれると思います。アイスクリームもあるんでね、めっちゃいいじゃないですか。種類もめちゃくちゃ豊富。クッキー&クリーム、パステルマーブル、マンゴーシャーベット、チョコレート、完熟バナナ、巨峰シャーベット、ストロベリー、レモンシャーベット、自家製バニラジェラート、抹茶とめっちゃ種類あります。はい、この氷彩サワーのレシピということでいろんなシロップもあります。そして日本酒も用意されてるんですね。このような銘柄と普通の、これちょっと取るの忘れてましたね。こんな銘柄があります。白ワインもね。でワイングラスもちゃんと冷やされてるんですね。なかなか飲めないビールがなんとここでは飲めるんですね。グラスこっちから。すいません、全然気がつかず。真ん中でお願いします。空港のラウンジを思わせるようなね、こんな感じですけど、中身はまるで違います。ほのかに香るまろやかで繊細なプレミアム、クリーミーな泡と室賀製法の白い濁り、白ほのかでございます。来ました。白ほのか、地元那須の工場製造のプレミアムビールになります。でちょっとね映せないですけど、ものすごい活気ですよ。もう本当に賑わってる。でこれね、また素晴らしい気遣いがですね、やっぱお年寄りの方とか体が不自由な方とかね、ビュッフェでこうお盆を持ちながら歩くの大変じゃないですか。こういうねカートが用意されてるんですよ。でこのカートにそのお盆を乗せてビュッフェを取っていけるんですね。小さなお子さん連れてる方とかね、これ使ってやれば途中でこぼしてしまうみたいなね、危険もないですし、力もいらないですし、めちゃくちゃいいですね。はい、それでは取ってきました。いやーちょっとね
どれを取るか悩むくらいレパートリーが半端なかったですね。まさにこう0歳から100歳まで全人類に対応してるみたいなね、そんな内容で驚きました。もう全種類食べようと思ったらもうここに多分ね1年泊まっとかないといけないぐらい、それぐらいの幅の広さでしたね。いやこれでもだいぶ抑えた方ですよ。ダイエットしてますからね。まさにね食のバブルでした。これはもう本当に人生に1回は体験していただきたい、そんな素晴らしい内容でした。そして釜飯ね、日が消えるまで10分ぐらい置いといてくださいとのことでしたが、もうめちゃくちゃうまそう。小屋さんがねうなぎの釜飯を取ったんで、僕はたけのこじゃないよ、松茸ですね松茸ですね。松茸、今が旬松茸の釜飯にしました。そしてこのローストビーフもやばいっすよね。何この分厚さみたいな、モンハンとかでしか見たことがないこの肉の分厚さ、まさに名物ですね。そして栃木宇都宮餃子ですね。餃子、肉よりも野菜を多めに使った餃子、そして刺身もいただけるし鯉もいただける、そして天ぷら、鮎、ピザもピザ窯で、そして特製のビーフシチュー、もう言い尽くせない。もうこれずっと喋ってたら本当に7時間ぐらいの動画になっちゃうんでね、ちょっとこの辺でやめときますけど、素晴らしい。それ僕じゃん取られよったわ。船白ほのか、いただきます。いただきます。展望台も登ったしお風呂も入ったんで最高にうまいですね。ビールはどういう味なんですか？ビールですか、忘れてました。きめが細かいですね、めちゃくちゃ。なんか絹のような感じだそうです。だから結構なんか北の方のビールって感じがする。知らんけど札幌クラシックとかになんか結構近い。はい、それではねいただきたいと思うんですけども、小屋さん食べてる間にですね、ついついお酒を、日本酒の熱燗ですねとワイン、これも取ってきました。ワインも3種類からね選べるみたいで、日本酒も2種類から選んで熱燗にもお冷やにもできるということでね、やっぱ刺身だったりとか肉だったりとかね、食べるものによってね飲み物を変えていきたいね。大人なんでね、そういうことも全部できるということです。素晴らしいですね。そんなことも教えてくれるんですね。教えてもらったんじゃないけど自分で選んだけどいただきます。お刺身いただきます。うわ、これはすごいな。よくあるねビュッフェの刺身ってこう無理やり用意したんだなみたいな感じだったりするんですけど、これはもう下手したらちょっとしたそのなんていうの、海鮮居酒屋とかお寿司屋さんとかで本日のお刺身ですみたいな感じで出てもうまいってこう思えるようなちゃんとしてる。しかもこれ一人一皿とかじゃないですからね。これ一人一皿って言われてもそりゃそうかって納得するぐらいのクオリティですよ。それが取り放題なんですよ。濃いですね、濃い。淡白で美味しいですね。皮があるから鮎とか鯉が食べれるんですね。これイカやった。カブのなんかピクルスかと思ったらイカでした。刺身は刺身の横置いとかなかな。イカもうまい。歯応えもしっかりしてるしうまい。危ねえね、刺身食べたのに日本酒飲んでなかった。熱燗いいっすね。やっぱ寒い季節は熱燗いただきます。うまっ。全然安いお酒じゃない。ちゃんとしてるわ。飲み放題のお酒じゃないなこれ。いやすごいわ。天ぷらもいただきます。あかん、お箸の持ち方はね練習中なんですけど、なかなかうまくいかない。うまっ。天ぷらも美味しいわ。エビがプリップリ。ちょっとどんどんいただきましょう。そして宇都宮餃子ね、これもいただいてみたかった。どんな餃子なんですかね。ラー油と酢だけでいただきます。肉々しさがそんなになくて、野菜がサクサク入っててめっちゃヘルシーな餃子ですね。うまい。やっぱ餃子にはビールが合いますね。
そしてちょっと大本命ここでいきましょうか。ローストビーフです。いやこれすごいっすよ。これの3分の1のサイズぐらいで普通のビュッフェだったら出してるけど、本当に豪華にこんな分厚いローストビーフが振る舞われてる。しかもこれ1人1枚じゃないですよ。何枚でも食べていいんです。50枚食べても大丈夫。いただきます。栃木にも幸せがありました。そしてちゃんと赤ワインも取ってましたから。うわ合うわ。いやこれ半端ないですね。このわさびとも合う。この焼き加減も絶妙っすよ。柔らかいし、これだけでもうなんか普通に一つのねレストランで一品なんていうあれですわね、一つのメニューってことです。これ食べるためだけに鬼怒川温泉来てもいい、そんなレベルです。全部1万円台でねインクルードされてる。素晴らしい。まさにバブルです。食のバブル。明日の体重大丈夫か。明日の体重もバブル時の株価のように爆上がりかもしれません。そして昼も食べたビーフシチュー。若干違うな、昼に食べたのと。こっちはね直球を極めましたみたいなビーフシチューですね。で昼に食べに行ったところのビーフシチューはすごいもういろんなこと試しましたみたいな感じの凝った味でしたけど、こっちはもう直球勝負。そしてどんどん行きましょう。すごい鮎です。鮎までいただけるんや。どう食べたらいいんやって感じですね。贅沢ですよ。鮎料理を食べに行くだけでも3匹とご飯とでなんかもう2980円とか3980円とかしますよ。なんて贅沢なんや。うまっ。うわ味がすごいしっかり塩の味効いてて手抜きなしだわ。いやちょっと驚きました。いやめちゃくちゃうまいやんこれ。これは10本ぐらい食べれそう。僕たちちょっと撮影の関係でどうしても冷えたものを食べないといけなくなっちゃいがちなんですよ。なんやかんや時間かかるんで。それでもここまで美味しいから多分本当に焼きたて取ってきてすぐ食べたらもっとうまいと思います。冷えてここまでうまいんでね、いやめちゃくちゃレベル高いです。逆にちょっとね心配になります。どれぐらい費用をかけてどれぐらいなんか売り上げになってるのかみたいな見たいぐらい大丈夫みたいな、そんなレパートリーだし、まだデザートも食べてないですからね。デザートだけでも下手したらデザートビュッフェみたいな感じで1980円とか2980円とか東京だったら取られてもおかしくない、そんな内容ですよね。そして僕がすごい感じたのはスタッフさんのやっぱ気遣いも素晴らしい。めちゃくちゃ教育されてます。伊達にこの鬼怒川温泉で生き残ってるホテルじゃない、生き残ってるっていう言い方がもうちょっと失礼ですね。大活躍してると言いましょう。さすがです。これはもう絶対来た方がいい。もう鬼怒川っていう名前変えた方がいい。鬼が喜ぶっていう感じに変えた方がいい、そんな場所です。はい、それとピザいただきます。ピザも本格的でしたからね。いやピザもこんなサイズだとはいえ食べ放題ですからね。そらうまいわ。ピザ窯で焼いてるんやもん。熱々食べたかったな。でもうまい。赤ワイン全然足りんかった。もうない。そして開けちゃいますよ釜飯。いや釜飯とかもね、こうよく行ってた居酒屋とかではやっぱ1000円超えてきますよね。これだけでいただきます。うまい。秋だな。そう、手作りパフェを作りたいと思います。はい。お皿はどちらに、大きいのとちっちゃいのがあるんですちっちゃいのでお願いします。お小さいのでお願いします。本当は大きいの行きたいけどあまりにもビュッフェが豪華すぎて。このクッキーはね昼に行ったお店にあったやつらしいですが、すいません記憶にないです。ちょっとお姉さんのおすすめな感じで、はい、ちょっとグラニコーンケーキ入れさせて、そうですね。はいはい。それでアイスを入れるんですけども、はい、
おすすめはこちらの自家製バニラジェラートあじゃあここで作ってましてじゃあそれが夜しか出してないんですよ。あ、そうなんですアイスは朝も出してるんですけどもバニラでよろしいですか。か？はい。なんでこう夜だけ味が美味しくなるみたいな。夜はちょっとパフェもやってるので、せっかくならああ、なるほど。あとちょっと朝も出過ぎちゃうと作るのが間に合わないですね。人気すぎて。こう出てきます。なるほどね。まず大きいからパイ入れちゃう。パイを乗せて、和風に和風するか和風和風いいっすね。和風がいいです。はい。あバナナとかか？あ、なるほど。美味しいだけじゃなくてこうエンタメ的なこともねできるんですね。そうですね。もうお子様とかも大好き。ああ、これはもう子供喜ぶやつですね。家族で来ても安心。こちらも定番のああ、いいですね。さくらんぼですね。ですね。ありがとうございます。こんな感じでいっああ、いいですね。ぱい遊べます。ああ、素晴らしい。どうします？この乗ってないのがカンバリとかあオルキュラとか、はいこちらもご用意できますね。こちらホワイトプランテートをベースとしてるあ、サワー。へえ。豚のコリドしたベースのサワーよりは飲みやすいですね。そのままプレーンにでも召し上がれますけども、こちらもおすすめの飲み方もお好きなシロップとかカツを入れていただいて簡単なサワーはできます。どれがなんか特におすすめとかあるんですか？鉄板はレモンサワーですね。ああ、レモンサワー。柚子いこうか。柚子サワーでお願いします。わかりました。はい。あ、すごい。ポールスターも飲み放題なんや。このポールスターも地元にある僕よく行く居酒屋とかで多分1杯700円とかするんじゃないかな。ああ、そういう入れ方があるんですね。お待たせいたしましありがとうございます。ありがとうございます。これはうまそう。はい、それではね、スタッフの方に可愛く盛り付けていただきました。いや、本当にこのクオリティ、この見た目だったらもうこれだけで600円とかしてもいいぐらいじゃんじゃないですか、これ。ハワイだったら、あ、ハワイだったね。ハワイだったらもう5500円ですまあそれは言い過ぎか。はい、まあそんな内容をね、これも何回でも食べれますね。デザートやったらもう別腹で何個でも食べれるみたいな人いると思います。そしてマスカットのゼリーですね。もうこれなんかもう100個食べても多分お腹膨れない。そしてちょっとついでにスタッフさんにお声掛けいただきまして、もっと飲まないですかみたいな。飲んだ方がコストねかかるのにそうやって勧めてくれる。いや本当にスタッフさんの対応が素晴らしい。みんなこう前向きで、ちょっとこう悩んでたらなんか手伝いましょうかとかね、これどうですかみたいな感じでね言ってくださったりとか、このパフェも快く作ってくださったりとか、すごい教育ですよ。教育されてんのかな、もともとそういう人なのかな。でも素晴らしい。じゃあいただきます。あー、まあスキッとする。そしてパフェいただきます。で今の時間しかいただけないバニラジェラートですね。自家製の。お、めちゃくちゃ濃厚やん。何これ、ミルク感が半端ないですね。いやー、これはちょっと、もしこの辺にねジェラート屋さんがあったらちょっとかわいそうなぐらい、これでジェラート屋さんできるみたいな、それぐらいのクオリティ。そしてこのハートパイ、サクサクふわふわ、程よい甘さで最高です。全部手抜きのやつかよ。どうなってんな、モーリーチャンネルと一緒やんけ。いやー、これはすごいわ。人生最高のコスパ。まあそんなビュッフェでしたね。いやー、これ来てほしいな。皆さんに味わってほしい。そして僕もまた来たいです。あ、泣いて喜んでますね、お子さんも。うまいって、美味しいって泣いて喜んでます。なんかやってますね。大道芸もやるんですね。盛りだくさんですね。さあ、お客様、それではですね、準備の方が整いましたので、こちらでショーの始まりとなります。短い時間でもありますが、どうぞごゆっくりお楽しみください。それではよろしくお願いいたします。よいしょ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 。さあご覧ください。なんとこちらのこの下から上に、せーの、エレベーター、よいしょ。はい、バランスを取りながらこの動きでやらせていただきます。
ありがとうございます。ありがとうございます。お姉ちゃんありがとうございます。さあ、もう一度やらせてください。ごめんね、ありがとう。センキュー、ありがとうございます。さあ、参ります。それでは早速。間違えた、間違えた。ありがとうございます。最後でやってるますね。せーの、よいしょ。はい、拍手を反応お願いします。さあ、ではできます。安心してください。3、2、1、よいしょ。はい。さあ、緊張の瞬間参ります。せーのって言ったらね。いいですか？じゃあ皆さん次決まりますので、決まりましたらお兄ちゃんに温かい大きな拍手よろしくお願いします。参ります。せーの、よいしょ。ワンちゃんのトレードで順調の出来上がりでございます。はい、ありがとうございました。お土産をお持ち帰りください。はい実はですね、私大道芸人こうやって皆さんに芸をですねお見せしながら投げ銭おひねりという形でやらせていただいております。最後までご観覧誠にありがとうございました。投げ銭は YouTuber も同じですね。 YouTube も皆さんの投げ銭で活動の助けになっております。皆さんの投げ銭をお待ちしております。さすが外国の方はすぐ、ね、入れてくれるんですね。やっぱ文化が違う。財布を部屋に忘れてしまいました。ペイペイ対応してくれる。 YouTube も皆さんの投げ銭で成り立っております。いや素晴らしいですね。大道芸人は芸で稼ぎますけど、僕らは動画で、動画が芸みたいなもんです。夜はこんなものもいただけるみたいですね。佐野ラーメンとかおにぎりとか、あんだけビュッフェ食べてもついついお腹が空くもんですからね。カラオケルームをね見せてもらいますが、カラオケルームではこのソフトドリンクも飲み放題になるということですね。まさにカラオケボックスみたいな感じです。20人もまだすごい。何これ。アルトルメニューは壁にございますのでご注文まだないそううわ10分前に電話させていただきます。ありがとうございます。 1時間何円とかですね、確かに。わかりますした。いません、ごゆっくりどうぞ。これはすごいな。これこそバブル。すごい。こんな大人数でカラオケすることが今の時代あるんすか。すごいですね。当時はここがもう本当にぎゅうぎゅうになるぐらい詰め込んで騒ぎながら歌ってたんでしょうね。そんな時代に行きたかった。いやそんなことはない。こんな今の時代にこんな天井できないですよ。このシャンデリアもすごい。ミスチル好きの2人がこうミスチルを歌おうかな。さあ小屋さんと歌います。さあミスチル好き同士が歌いますよ。歌います。野崎ひど桜井亀梨あるなら優しい歌だけじゃなくて優しいいいねお願いします。
優しいコメントもお願いします。厳しいコメントはすいません。はい、ちょっとねこの夜に近くでこう飲める店とかあるんかなって思ってふとねちょっと思い立って調べてみると、このホテルからですね、鬼怒川温泉ホテルから徒歩7分ぐらいのところに一富士っていう Google 評価 4.2 のね居酒屋がありまして、ちょっと電話してみたんですよ。しかも0時30分はやってるから、今やってるんですかって聞いたらやってますということでね、いやちょっと行きたいなと思ったんですけど、ちょっとあまりにもこの鬼怒川温泉ホテルのねビュッフェがすごいレベルだったんで、さすがの僕もですよ、さすがの僕ももうお腹いっぱいですね。ちょっと難しいかなみたいな、ちょっと様子見にね行ってみてもいいんですけど、ここの Google のコメントとかね口コミとか見てください。あるということだけお伝えしておきます。まさかねこのホテル泊まってわざわざこんな居酒屋とか行く人ほぼいないと思いますけど、でもね夜のやっぱりこう鬼怒川温泉も見てみたいみたいな人はここあります。以上です。はい、大浴場入って部屋に戻ってきました。でフルーツ牛乳ですね買ってきました。これがもうねやっぱ昭和から続く殿下の宝刀というか、温泉宿来たらもうこれやらないといけないね、そんな感じになってます。そんなことも教えてくれるね。そんなことも教えてくれるんですね。ね、セオリーですね。うわ、うんま。これビュッフェに追加してほしい、この味。いやー最高っすね。もうそれしか出てこない。でそしてこの川のせせらぎを聞きながら風呂上がりの時間を楽しむと。お風呂でもね小屋さんと本当にじっくり話して最高じゃないですか。皆さんもね、一人旅で来るのももちろんいいですけど、気の合う仲間だったりとかね、恋人とか家族でここに来て美味しい料理を、自分の好きな料理をこぞって食べてね、温泉入って温泉で話して、で川のせせらぎを聞きながらゆっくりと過ごす。そして街歩きで、ね、昭和のバブル感だったりとかこれからの未来のことも考えられる、そんな唯一無二のこの鬼怒川温泉、そしてこの鬼怒川温泉ホテル最高でした。おはようございます。7時になりました。珍しく早起きして、いやー朝は寒いぐらいですね。混じりっ気のない透き通った空気が朝の目覚めをねより一層快適にしてくれますね。音も気持ちいい。昭和の時代にねこれだけすごい建築でいろんな人がここを求めたのが分かります。それだけ素晴らしい場所ですね。それではね朝の朝食取っていきたいと思うんですけど、まずパンのところですね。とちおとめ食パン、メニクロワッサン、アップルショーン、パンオショコラ、パーティーラウゲンサンドイッチとすごい種類。そしてフレンチトーストまであるんですね。フレンチトーストは厚切りのバケット、栃木県産の牛乳と卵で24時間漬け込み低温でふっくらと焼き上げましたということで、これも美味しそうですね。そしてシロップですね。メープルシロップ、ストロベリーソース、ブルーベリーソースとあります。嬉しいですね。しかもこれフレンチソースは先ほど焼き上げたものがそのまま出てくるということで嬉しいですね。こちらはサラダになりますね。サラダもこれだけ大量にね持ってるとより美味しそうに感じる。トマト、キュウリ、大根、人参、海藻ですね。コーン、ツナ、ポテトサラダですね。そしてドレッシングもシーザードレッシング、醤油ドレッシング、トマトドレッシング、すりおろし野菜ドレッシング、ごまドレッシング、わさびクリームドレッシング、そしてクリスピーベーコン、フライドオニオン、干しエビ、クルトンとめちゃくちゃ種類ありますね。こちらはしらすおろしですね。そして明太子もあります。焼きはんぺんもあります。たぐり湯葉、美味しそうなものばっかりやな。そしてこちらはマグロの角煮、すごい。でこちらは漬物になりますね。3種類も豪華に用意されております。はい、そしてこちらが焼きナスの琥珀寄せきんぴらごぼうですね。あんうまこんにゃく、あんうまっていうのは栃木であるんですかね。そしていわしの梅煮、
小松菜と油揚げの煮浸し、そしておかゆもありますし、なめたけ、のり佃煮、ザーサイ刻み、かつお節、かな油炒め、そして納豆ですね。そういえば栃木といえば納豆ですね。こんな入れ物に入って納豆がいただけます。これは絶対食べたい。温泉卵にとろろまであります。ご飯が進みまくりますね。こちら厚焼き卵、そして肉じゃがですね。ひじきにですね、高原ほうれん草、那須塩原の秘境奥塩県産ということで、すごい貴重な葉っぱですね。料理長おすすめの食べ方、しんなりする程度にしゃぶしゃぶし、シャキシャキとした食感。これをしゃぶしゃぶする。標高800から1000メートルの高冷地の朝晩の温度差、爽やかな空気、澄んだ水、豊かな大地を活用した緑鮮やかで果肉が厚く甘い、アクの少ない夏が旬のほうれん草と、そして割り醤油とかね、ポン酢とかもありますし、豆乳豆腐もあると。そしておにぎりもいただけるんですね。小さなおにぎり、梅昆布にバター味噌、なんとか味噌ですね。そしてカツオといただけて、あそこで作ってくれるんですね。まさにお母さんが、ね、手作りで作ってくれるような感じでおにぎりを握ってくれてます。機械で作ってるんじゃないですよ。これは売店でも売ってるんですね。そして佐野ラーメンですね。栃木県といえば佐野ラーメン、朝から朝ラーできます。焼きサバ、そして鮎の一夜干し、昨日余ったやつがこういう風に進化するんでしょうか。美味しそう。はい、そしてこちらがハッシュブラウンポテト、スクランブルエッグ、オイルソーセージですね。ミートボール、なんか使ってますね。こちらがハムですね。そして朝食といえばね、やっぱオムレツですよね。オムレツもあります。ちゃんと目の前で焼いてくれるんですね。野菜のトマト煮込みソース、チーズソースがあるんです。なんすかチーズソースって。ご飯はちゃんと入れてくれるんですね。栃木の星、プチ肉まんもあります。朝カレーがいいんだというね、イチローみたいな人も安心です。ちゃんとカレーを置いてくれてます。なんとお味噌汁もスタッフの方が入れてくださるんですね。僕みたいな人がこう味噌汁入れるとこぼしちゃったりとかするんでね、これは安心だ。もちろん自分で入れることもできるんですね。そしてコーンスープもあります。お子さん用のふりかけがあったりとか、ちゃんと離乳食もあるんでめちゃくちゃ嬉しいですね。そしてドリンクがお茶が飲めたりとか、ジュース系ですね飲めますし、コーヒーもあるということです。はい、そしてこちらはフルーツになりますね。グレープフルーツとピンクグレープフルーツがあります。オレンジがありまして、ライチですね。そしてこちらにね、フルーツまだありましたね。キウイとバナナ、そしてパイナップル、そして那須千本松牧場ヨーグルトがあります。牧場のヨーグルトが用意されているんですね。市販のものではありません。そしてキウイとごまのスムージー、バナナと小松菜のスムージーとスムージーもある。嬉しいですね。フルーツグラノーラ、チョコクリスピー、コーンフレークもあります。シリアル派のあなたも大丈夫。そしてなんと温泉といえばコーヒー牛乳ですが、そのコーヒー牛乳もあるんですね。そしてもちろん牛乳もあります。コーヒーもね、当然あります。そしてなんとですね、朝からアイスクリームもいただけるんですね。お腹壊しそうですけど、やっぱ朝からアイスの冷たさでシャキッと起きるんだみたいな人には素晴らしいですね。色とりどりでございます。いやー、ちょっと朝もね、半端ないラインナップでついつい取りすぎてしまいますね。これ絶対100人中100人取りすぎるパターンじゃないですか。本当にこんなに食べれるのかっていうぐらいなんですけど、しょうがないですよ。もうどれも食べたいんですもん。これでも多分3分の1も取ってないと思うんですよ。美味しそう。佐野ラーメンもそうだし、おにぎりも納豆ももちろんサラダもあるし、鮎の一夜干しとかこんにゃくとかね、もうで結構その場で作ってくれるみたいなのが多かったんです。めちゃくちゃいいですね。そしてこの朝食をですね、この
のビューで食べれるんですよ。最高です。はい、それでねちょっと取り過ぎてしまったんですけど、なんかノルマみたいな感じで言ってますけど全然違いますからね。楽しみでしょうがないね。多分ねいけんじゃないかなと思うんですよ。むしろおかわりしていこうかなぐらいの気構えでいます。じゃあいただきます。まずはねちょっと目覚めのやっぱスムージーからねいただきたいですね。うまい。目が覚める。手抜きなしっすね。ほんとこんだけ種類豊富だったら1個ぐらいなんかこう手抜いて利益率高いやつにしとこうみたいなねなりがちだと思うんですけど一切ないっすね。森チャンネルかよ。もう1個のキウイやったかなスムージー。あーこれもうまい。あーキウイが爽やかでいや目が覚めますね。じゃあ何からいただきましょうかね。佐野ラーメン食べとかな。伸びてしまう前にね佐野ラーメン初めてです。この年齢になっても初めてなことがいろいろ体験できます。初栃木いただきます。うまいですね。なんか福島でその北方ラーメン食べましたけどあれもすごいあっさりでなんかいくらでも食べれそうな味だったけど佐野ラーメンもなんかちょっとそれに近い感じの味わいですね。あっさりしててやっぱ朝から全然食べれる。最高ですね。あとあれですねしゃぶしゃぶしたやつ。しゃぶしゃぶね那須高原ね行ったことないですけど那須高原のなですね。じゃあこれいただきます。かつて葉っぱはここまで主役になったことがあったのかっていうぐらい存在感がえぐいっすね。あとおにぎりですね。味噌食べてみよう。この味噌も濃厚でちょっとなんか若干辛みも入っててうまいですね。この納豆ねパッケージがいいですよね。もうなんか全部このパッケージでいいんじゃないですかね。遺伝子組み換えを使わない国産小粒大豆に国産二条大麦を配合し伝統製法にこだわってわら麦納豆朝月糸が誕生しました。前に包まれたような繊細な一粒一粒と香るわらのアロマをぜひご堪能くださいと。これまた納豆も主役になっちゃうんですか。いいっすねパッケージがね。コストかかってる感じする。開けてみますよ。あこういう感じなんや。この藁の上に乗せたらいいかなやっぱ。違うかあ皿あったんですか。全然気がつかない。多分それ醤油かき混ぜられない。そうですか。このおにぎりのちょっと入れ物に入れさせてもらおうか。朝から大きな古時計が流れててなんかせっかく目が覚めたのにまだ寝そうですね。うまそうですね。さあどう違うのか。普通のね3パック88円の、ね、納豆とうまっ。めっちゃうまいわこの納豆。一つ一つの粒がめちゃくちゃ柔らかい。味もなんかすごいまろやかというかこれはすごいな。全然違うやん。全然違うくないですか。食べてないですか。こんにゃくもなんか売りっぽい感じで書いてたの。こんにゃくもなんかすごいこうなんか繊維が細かいというかなんか一つ一つのなんか粒感を感じられるというかうまい。ごちそうさまでした。駅まではねバスで行けるようで予約制になってるんですね。鬼怒川温泉ホテルも本当に最高な滞在になりました。
また行きたいですね。いかがでしたでしょうか。僕も動画編集しながらね、もう一度あの人生最高のビュッフェ体験をしたいと熱望してしまいました。まさかこんな至高の体験がね、鬼怒川温泉でできるとは。鬼怒川温泉観光、日光観光と合わせて楽しむのがおすすめです。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。このような温泉宿の動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様の高評価コメントをお願いいたします。メンバーシップでは非公開の動画やこの動画の裏話など限定動画もアップいたします。ぜひお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていけます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。